り解説。1976年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1976年ってどんな年だったか知ってる？お、いい質問だぜ。1976年は映画界でも特に注目される年で、数多くの名作が日本で公開された年なんだぜ。名作って、どんな映画があったの？例えば、犬神家の一族とか、格好の巣の上で、それから、タクシードライバーみたいな映画があったぜ。どれも今でも愛されてる映画なんだ。へえ、そんなにたくさんの名作があったのか。でも、どうしてそんなに映画が注目されてたの？それは1970年代が映画業界にとって挑戦と革新の時代だったからだぜ。観客の求めるものが変化していく中で、監督たちは新しいアイデアや技術を取り入れて映画を作ったんだよ。なるほど。じゃあ、1976年の名作映画をランキング形式で紹介するの？その通りだぜ。今回は、1976年日本公開映画ベスト10を、10位から1位まで紹介していくぜ。名作たちを振り返りながら、当時の映画の魅力をたっぷり伝えていこうと思うぜ。楽しみだね。それじゃ、早速始めよう。第10位。花の応援団。次は第10位ね。花の応援団って、どんな映画なの？これは1976年8月21日に公開された日本のコメディ映画だぜ。原作はドークマンプロの同名劇画で、大学の応援団を舞台にした作品なんだ。応援団がテーマなんだ。どんなストーリーなの？南河内大学応援団の親衛隊隊長、青田赤道を主人公に、厳しい規律や上下関係の中で巻き起こる騒動を描いているんだ。特に、応援団のシンボルである大団旗をめぐるエピソードが有名だな。大団旗って、そんなに重要なものなの？ああ、応援団にとっては命よりも大切なものなんだ。ある日、その大団旗に穴を開けてしまう事件が起きて、青田たちはその問題を解決するために奮闘するんだよ。それは大変ね。映画の見どころはどこなの？青田赤道の豪快なキャラクターや、応援団の独特な文化、そしてコミカルな展開が見どころだぜ。特に、青田の型破りな行動や、個性豊かな団員たちとのやりとりが笑いを誘うんだ。面白そう。当時の反響はどうだったの？興行的にも成功して、シリーズ化もされたんだ。1976年の邦画配給収入ランキングで第8位となり、観客動員数は220万人を記録したんだぜ。昭和の学生文化や応援団の雰囲気を楽しめる作品だぜ。第9位。タクシードライバー。次は第9位のタクシードライバーね。どんな映画なの？これは1976年2月8日にアメリカで公開され、日本では同年9月18日に公開された映画だぜ。監督はマーティン・スコセッシ。主演はロバート・デ・ニーロだ。どんなストーリーなの？主人公のトラビス・ビックルは、ベトナム戦争から帰還した自称元海兵隊員で、不眠症に悩まされているんだ。ニューヨークのタクシー運転手として夜間勤務を始めるんだけど、街の腐敗や犯罪に嫌悪感を抱くようになる。それで、彼はどうするの？トラビスは社会の浄化を使命と感じ、武装して行動を起こすんだ。特に、12歳の少女アイリスが売春を強要されているのを知り、彼女を救おうと決意する。深いテーマの映画ね。見どころは？ロバート・デ・ニーロの迫真の演技や、ジョディ・フォスターが演じるアイリスの存在感が際立っているぜ。特に、トラビスが鏡に向かって、You talk into me? と話すシーンは有名だ。そのセリフ、聞いたことあるわ。この映画は、1976年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、アカデミー賞でも複数部門にノミネートされたんだ。ニューヨークの闇と人間の孤独を描いた名作として、今でも高く評価されているぜ。そうなんだ。見てみたくなったわ。ぜひ見てみてくれ。社会の闇と人間の心理を深く描いた作品だから、いろいろ考えさせられると思うぜ。第8位。不毛地帯。次は第8位の不毛地帯ね。どんな映画なの？これは1976年8月28日に公開された日本映画で、山崎豊子の同名小説が原作だ。
監督は山本薩夫。主演は中台達也が務めているぜ。主人公の生田氏は、元大本営参謀中佐で、シベリア抑留から11年ぶりに帰国したんだ。帰国後、総合商社の近畿商事に入社し、二次防の主力戦闘機の選定と買い付けをめぐる熾烈な商戦に巻き込まれていくんだ。戦後の商社が舞台なのね。見どころは？壱岐が戦争から商社マンへと転身し、政財界の黒い癒着や陰謀に立ち向かう姿が描かれているんだ。特に、彼の信念と葛藤、そして家族との関係が深く描かれていて、人間ドラマとしても見応えがあるぜ。当時の反響はどうだったの？公開当時、社会派映画として高く評価され、興行的にも成功を収めたんだ。原作の人気も相まって、多くの観客が劇場に足を運んだんだぜ。今でも見られるの？ああ、DVD や配信サービスで視聴可能だから、興味があればぜひ見てみてくれ。戦後日本の復興と影の部分を描いた重厚な作品だから、考えさせられることも多いと思うぜ。第7位、君よ憤怒の川を渡れ。次は第7位の、君よ憤怒の川を渡れね。どんな映画なの？これは1976年2月11日に公開された日本のサスペンスアクション映画だぜ。原作は西村寿光の同名小説で、監督は佐藤淳也、主演は高倉健さんだ。主人公の森岡冬人は東京地検の検事なんだが、ある日突然、見知らぬ女性から強盗や強姦の容疑をかけられ、さらに別の男からも窃盗の罪を着せられるんだ。身に覚えのない罪で逮捕されるが、無実を証明するために逃亡を決意する。無実の罪で逃亡するなんて、ハラハラする展開ね。ああ、森岡は警察の追跡をかわしながら、真犯人を追い求めるんだ。逃亡の途中で出会う人々との交流や、彼を追うや村警部との対峙が物語を盛り上げているぜ。見どころはどこなの？高倉健さんの迫真の演技と、逃亡劇のスリリングな展開が見どころだな。特に、北海道の大自然を舞台にしたシーンや、森岡の人間ドラマが深く描かれているんだ。日本ではもちろん話題になったが、特に中国での公開後、大きな社会現象を巻き起こしたんだ。高倉健さんの人気が中国でも急上昇し、彼の代表作の一つとして知られるようになったんだぜ。サスペンスとアクションが融合した名作だから、きっと楽しめると思うぜ。第6位、オーメン。次は第6位の、オーメンね。どんな映画なの？これは1976年6月25日にアメリカで公開され、日本では同年10月2日に公開されたホラー映画だぜ。監督はリチャード・ドナー。主演はグレゴリー・ペックとリー・レミックだ。アメリカ人外交官のロバート・ソーンは、妻キャサリンが出産時に子供を失ったため、同じ日に生まれた孤児を養子として迎えるんだ。彼らはその子をダミアンと名付け、ロンドンで新生活を始める。しかし、ダミアンの5歳の誕生日を境に、周囲で不吉な出来事が次々と起こり始めるんだ。不吉な出来事って、具体的には？例えば、ダミアンの乳母が誕生日パーティーで突然自殺したり、ダミアンを知る神父が謎の死を遂げたりするんだ。さらに、ダミアン自身にも奇妙な特徴があり、頭皮に666の刻印があることが判明する。それって、悪魔の数字よね？ああ、そうだ。ロバートは次第にダミアンが悪魔の子ではないかと疑い始め、真相を探るために奔走するんだ。そして、ダミアンをめぐる恐ろしい運命に直面することになる。緊張感あふれるストーリー展開と、不気味な雰囲気が見どころだな。特に、ジェリー・ゴールドスミスが手掛けた音楽が恐怖感を一層高めているんだ。公開当時、大きな話題を呼び、ホラー映画の金字塔と称されたんだ。興行的にも成功し、後に続編やリメイクも制作されたほどだぜ。古典的なホラー映画として、今でも多くの人に影響を与えている作品だぜ。第5位、名探偵登場。次は第5位の名探偵登場ね。どんな映画なの？これは1976年9月23日に日本で公開された、アメリカのコメディミステリー映画だぜ。現代はマーダーバイです。監督はロバート・ムーア。脚本はニール・サイモンが手掛けているんだ。
謎の大富豪ライオネル・トウェインが、世界的に有名な5人の名探偵とその助手を自邸に招待するんだ。彼は、今夜12時、この中の誰かが殺される。そして犯人もこの中の誰かだ。正解者には現金100万ドルと宣言し、探偵たちはその謎解きに挑むことになる。その5人の探偵って誰なの？それぞれ有名な探偵のパロディキャラクターなんだ。エルキュール・ポワロをもじったミロ・ペリエ、チャーリーちゃんをモデルにしたシドニー・ワン、ニックとノラ・チャールズ夫妻を模したディックとドーラ・チャールストン、サム・スペイドを元にしたサム・ダイヤモンド、そしてミス・マープルをパロディ化したジェシカ・マーブルズだ。面白そうね。見どころは？有名探偵たちのパロディが織りなすユーモアと、密室殺人の謎解きが融合した点だな。さらに、盲目の執事や牢屋の料理人など、個性的なキャラクターが物語を盛り上げているんだ。公開当時、ユーモアとミステリーを融合させた独特の作風が話題を呼び、コメディ映画として高く評価されたんだ。特に、名優たちの共演が観客の注目を集めたんだぜ。名探偵たちのパロディとユーモアが詰まった作品で、ミステリーファンなら楽しめると思うぜ。第4位、狼たちの午後。次は第4位の狼たちの午後ね。どんな映画なの？これは1975年9月21日にアメリカで公開され、日本では1976年3月13日に公開された犯罪ドラマ映画だぜ。監督はシドニー・ルメット。主演はアルパチーノだ。1972年8月22日、ニューヨークのブルックリンで、ソニーとサルの二人組が銀行強盗を試みるんだ。しかし、計画は初めからつまずき、仲間の一人が逃げ出し、銀行には期待していた現金もほとんどなかった。結果的に、彼らは人質を取って銀行に立てこもることになる。それで、どうなるの？警察や FBI に包囲され、外には報道陣やヤジ馬が集まり、事態はどんどん大きくなっていくんだ。ソニーは群衆の前で、アッティカ、アッティカ、と叫び、警察の暴力性を非難する。このシーンは特に有名だな。犯行の動機は何だったの？ソニーの動機は、同性の恋人の性別適合手術の資金を得るためだったんだ。これは実際の事件を元にしていて、映画でもその点が描かれている。見どころは？アルパチーノの迫真の演技と、緊迫感あふれるストーリーテリングだな。シドニー・ルメット監督のリアリズムあふれる演出も光っている。公開当時、評価から高い評価を受け、アカデミー賞では作品賞を含む6部門にノミネートされ、脚本賞を受賞したんだ。実話を元にした緊迫のドラマを楽しめると思うぜ。第3位、頑張れ、ベアーズ。次は第3位の頑張れベアーズね。どんな映画なの？これは1976年12月4日に日本で公開されたアメリカのスポーツコメディ映画だぜ。現代はザ・バッドニュース・ベアーズ。監督はマイケル・リッチー。主演はウォルター・マッソーとテイタム・オニールだ。かつてマイナーリーグで活躍していたプール清掃員のモリス・バターメーカーが、市会議員の依頼で少年野球チーム、ベアーズのコーチに就任するんだ。ところが、ベアーズは問題児ばかりの弱小チームで、初戦では大敗を喫してしまう。それで、どうやって立て直すの？バターメーカーはチーム強化のため、不良少年のケリー・リークや、元恋人の娘で腕利きの少女投手、アマンダ・ウールリッツァーをチームに招き入れるんだ。彼らの加入でチームは次第に力をつけ、快進撃を始める。個性豊かな子供たちとバターメーカーの交流。そしてチームが成長していく過程がユーモアたっぷりに描かれている点だな。特に、テイタム・オニール演じるアマンダの活躍や、ウォルター・マッソーのひょうひょうとした演技が光っている。公開当時、コメディ映画として高く評価され、続編やテレビシリーズ化もされたんだ。特に、子供たちのリアルな描写と、スポーツ映画としての爽快感が観客の心を掴んだんだぜ。DVD や配信サービスで視聴可能だから、興味があればぜひ見てみてくれ。古き良きアメリカの青春スポーツコメディを楽しめると思うぜ。第2位、カッコーの巣の上で。次は第2位の格好の巣の上でね。どんな映画なの？これは1975年にアメリカで公開され、日本では1976年4月17日に公開されたドラマ映画だぜ。
原作はケン・キージーの同名小説で、監督はミロシュ・フォアマン。主演はジャック・ニコルソンだ。主人公のランドル・ P ・マクマーフィーは、刑務所の強制労働を逃れるために精神異常を装い、オレゴン州立精神病院に入院するんだ。そこでは、ラチェット府長が絶対的な管理体制を敷いていて、患者たちは無気力に過ごしていた。マクマーフィーはどうするの？彼は病棟のルールに反発し、患者たちと無断で外出して釣りに行ったり、病棟内でパーティーを開いたりと、自由奔放な行動をとるんだ。最初は消極的だった患者たちも、次第に彼に感化され、生きる力を取り戻していく。結末はどうなるの？最終的に、マクマーフィーは病院の管理体制に反抗した罰としてロボトミー手術を受け、廃人同然の状態になってしまう。彼の友人であるチーフは、そんな彼を見かねて安楽死させ、自らは病院を脱走するんだ。ジャック・ニコルソンの迫真の演技と、管理社会への批判を描いた深いテーマ性だな。人間の尊厳や自由について考えさせられる作品だ。公開当時、評価から高い評価を受け、アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞の主要5部門を受賞したんだ。人間の尊厳と自由を描いた名作だぜ。第1位、犬神家の一族。いよいよ第1位ね。犬神家の一族って、どんな映画なの？これは1976年10月16日に公開された日本のミステリー映画だぜ。原作は横溝正史の同名小説で、監督は市川崑、主演は石坂浩二が名探偵金田一耕助を演じているんだ。どんなストーリーなの？信州の製薬王犬神佐平が亡くなり、遺言状が公開されるんだ。その内容は、佐平の恩人の孫娘野々宮玉代に全財産を相続させるが、条件として佐平の孫の誰かと結婚すること、というものだった。これをきっかけに、犬神家で次々と怪奇な連続殺人事件が発生するんだ。金田一耕助はどう関わるの？犬神家の顧問弁護士古舘の助手である若林が、一族の不吉な争いを予期して金田一に助力を求める手紙を送るんだ。しかし、若林は金田一と会う前に何者かに殺害されてしまう。金田一は事件の真相を解明するため、犬神家に乗り込むんだ。見どころは？市川崑監督の独特な演出と、石坂浩二の金田一耕助像が見どころだな。特に、湖から突き出た足のシーンは有名で、作品全体に漂う不気味さと美しさが印象的だ。当時の制作裏話とかある？面白いエピソードがいくつかあるぜ。犬神松子役の高峰美恵子さんの話が有名だ。高峰さんは、戦前には歌う映画女優と評されていたんだけど、この作品を撮影していた当時は歌手活動が中心だったんだ。その影響で、撮影中も歌手特有の動作や歩き方が抜けなくて、演技に苦戦していたらしい。へえ、それでどうなったの？転機はマツコが青沼静馬を惨殺するシーンの撮影中に訪れたんだ。胸にかかる予定だった血のりがミスで、高峰さんの顔にかかるアクシデントが起きたんだけど、彼女はそのまま芝居を続けたんだ。その姿を見て、市川崑監督も感心したそうで、それ以降、高峰さんの演技が格段に向上したんだって。その結果、それ以前に撮影した場面も監督がリテイクを指示したんだ。すごいね。プロの姿勢って感じがするわ。他に何か特筆すべきことはある？テレビ CM の活用だな。犬神家の一族は、日本映画で初めてテレビのスポット CM を宣伝に使った作品なんだ。キャッチコピーは、金田一さん事件ですよで、50万円の制作費と500万円の放映料をかけたんだ。今じゃ映画の CM は当たり前だけど、当時は珍しかったの？その頃は邦画各社が、映画館から客を奪うライバルとしてテレビ局を敵視していたんだ。だからテレビを活用した宣伝は画期的だったんだぜ。結果的にこの取り組みが大成功して、映画業界にも新たな風を吹き込んだんだ。当時の反響はどうだったの？公開当時、大ヒットを記録し、角川映画の第一弾としても話題になったんだ。さらに、アカデミー賞外国語映画賞の日本代表にも選ばれたんだぜ。
総評またはまとめ。いやー、1976年って本当にすごい年だったんだね。名作が勢揃いしてて、全部見たくなっちゃった。そうだろう？犬神家の一族を筆頭に、ミステリー、サスペンス、コメディまで幅広いジャンルの映画が揃ってたんだぜ。それぞれの作品が時代背景や監督、俳優たちの熱意を感じさせてくれるね。その通りだぜ。1970年代は映画界が新しい挑戦を続けていた時代でもあったから、これだけ多彩な名作が生まれたんだ。現代の映画にも影響を与えている作品もたくさんあるし、今見ても全然古さを感じないよね。そうだな。特に今回紹介した10本の映画は、どれも今でも見る価値がある名作ばかりだから、ぜひ見てみてほしいぜ。ありがとうマリサ。今日はとても勉強になったよ。どういたしまして。これを機に映画の魅力をもっと深く味わってくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。